皆さんこんにちは、柴崎です。今回から新しいコーナーを立ち上げます。内容は、皆さんのスケッチや作品を送っていただき、それを私から添削という形でワンポイントアドバイスするというものです。今回その第一弾としてこれです。斉藤さんありがとうございます。この斉藤さんの作品、これについて今から画面を切り替えます。見てください。はい、ではやってみましょうね。素晴らしい絵ですね。これは小樽運河だと思いますね。この繁栄ともちろんこの建物のこの遠近法ですね、これも素晴らしいし繁栄もきれいに描けてると思います。そうですね、ここに電柱が立ってるんですよね。ではこの要素を使ってちょっと考えてみましょう。空が少し多いように感じますね。もっと水面を広くしてあげると小樽運河の雰囲気は出ると思います。それがまずこの絵の一番直したいところですね。それから画面の真ん中辺がちょっと寂しいので、この辺にもっと色のあるものがあったらいいかなと思います。ではそれを、ちょっとですね黒基調で見てみます。今の問題点ですね。ここの運河を水面の線をもっと上に上げて小樽運河を描いてですね、でそれを半円をたっぷりと水面だからこっちの方を小さくしてこっちを大きくしてみるという感じです。こうやって写してみる。そうするともうちょっと水面の方に比重がかかってきて小樽運河の雰囲気が出るかなと思います。この電柱はですね、顔面で大きく立ち落としてみるというふうにされた方がいいと思いますね。はい、ではこれで実際に色を塗っています。ではやってみましょうね。そうですね、全体的に、大変上手な絵ですね。で、先ほども言いましたようにこの何を描くかっていうのはとても大事なんですね。小樽の北海道小樽の、運河ですので水面の方をですねこっちを小さくしてこっちを大きくですね、するというこういう最初にそう設定しましょう。そしてお家の形は大変上手に描けてます。線遠近法がですね素晴らしく掴んでいますのでこれは大変いいですね。でこれを描いたら同時に描いてしまいます。このように写す形ですね。これが水面を描くときにまず一つ大事な点です。そして、屋根これの遠近法も、うまく描けてますね。こんな感じかな。そして、1軒目があるで、2軒目3軒目そうですね。こちら、ここからこう目が入っていくところですからここを一番広くした方がいいと思いますね。大事なところです。あとこんなのもですね、こちらにあって見えなくてもちょっと加えてもいいと思います。そういう特徴ですね。こんなんかな。でここは大体ですね。で石垣があってそしてその石垣が映るとこんなパターンでしょうか。先ほどちょっとこれに物足りないと言いましたけどもできるだけカラフルなものですね置いてみるという設定です。できるだけ絵を楽しく見た人の目を引いてみるというところですね。円形の方の単純化は素晴らしいです。大体のシルエットですね。なんかあるよっていう感じで終わりです。こちらの手前の岸辺がちょっと見えるんですね。電柱はもう大きくですねもうこっちの上の方にある感じで画面から切ってしまいます。そして、手前の手すりなどを加えても面白いしあとはもしできるんであれば水面ですのでちょっとなんか船みたいなものとかねなんか
水面を暗示するようなものを入れても、楽しいかも分かりません。こんなところでしょうかね。さあでは塗ってみます。で、大変絵の具の扱い方も大きいし、その点素晴らしいんですね。空も明るく塗っていて、ここも大変結構です。もうこのままでは大丈夫ですね。で、遠くの方はイエローグレーっぽい色でとても単純化して塗ってますよね。ここもいいですね。ざっくりとした塗り方が素晴らしいです。これ塗ったらもうすぐ写すという展示ですね。それから2番目のお家がちょっと暗いんですね。ですので、手前のお家と色を入れ替えてみましょうか。そうするとここの絵にずっと花ができてですね、見た人の注目を引くようになるかと思います。これをすかさず写すという形ですね。その他の色ですね。例えばここが、赤かったら、屋根をちょっと青く塗るとですね。実際とそっくりの色で使うんではなくて、赤と青とかですね。ここら辺が赤色だから、色としては赤色に青色を加えて目を引くというふうな色の設定ですね。こんなんでしょうか。手前の方が少しサイドを落として、この色かな。こう思いっきり調子を挟んでみるという感じですね。同時にこの屋根の下をこうやって加えると立体感が増すでしょうか。屋根の色、そうですね。壁の色をこうちょっと鮮やかにしてますので、屋根の色は逆に、あまり色をないように描くとですね、逆にここがはっきり見えてきます。強くですね。このくらいですね。色や明暗の差をはっきりとです。こちらはいいですね。ぐっと調子を落として描いてます。その点で遠近感が大変上手に描けてるんですね。こんなところの明るい、やっぱり水彩ですので紙の白をうまく生かすようですね。こんな雰囲気でしょうか。シルエットをちょっと表して、できるだけとにかくこの辺が楽しくですね見るようにします。石垣もですね、なかなか遠近感を出していて素敵なんですね。石垣のこの上のとこ、ちょっと公園やってあるんですけども、こちらも上の方を明るく残すというふうにするといいと思います。そして色をはっきり使い分けてみるということですね。で、先ほどちょっと言いましたように、この辺にこう船のようなものなんかをですね、加えてあげるとアクセントになって面白いですね。こんな展開でしょうか。そして、これが水面に映りますので、こんな大きな入れ方ですね。ここのところなんかもなかなか表現工夫があっていいですね。あとそうですね、こっちに加えた色をこっちに加えとかすると、また左右のこう調和が取れたりしてまとまりが良くなってきます。入り口のあたりぐっと強くして目を引く形ですね。窓なんかもなかなか描き方上手ですね。タッチを生かしてちょっと描いてみます。そして先ほどやった軒下を加えて少し書き起こすって感じですね。これでしょうか。
この建物っていうのは見るととても説明したくなることが多いんですね。だけどもできるだけ少しにして全体の大きな関係をつかまえるということですね。これはタッチをこう使って少し質感を作る。水面なんか映ったとこう筆を割ったりして少し加えてもいいと思います。こんなんでしょうか。そして、そうですね。向こうの方ちょっとこんな感じですね。そうですね。小樽運河ここのとこ石垣の上に草が生えてたりするんだよね。こういうところそれもよく見てますね。これのなんか雰囲気ですね。それはなかなか捉え方が鋭いです。こうかな。少しですね。で、そうしたらこれをこのまま写してみるという感じですね。こうでしょうか。大きな捉え方ですね。先ほどのボートなんかもちょっと色を入れましょうか。先ほど言ったようにちょっとアクセントになる要素ですね。あると絵がずっと楽しくなります。こんなとこですね。こうやって描くと光が見えてくると思います。どうなんでしょうか。ここのところをですね、石垣のこう引っかいてるんですね。それもなかなかいいことですね。質感を少しつけてみる。そんなことですね。どうでしょうかね。それで、この上に、水面ということで全体こうかけてきたら明るいブルーをですねこうやって大きく重ねていきます。ドライブラシなんかしてこのさざ波のようにしてもいいですよ。これが透明水彩の絵の具の透明感を生かした表現ですね。大変大事なところです。円形の方はとてもうまくいってますのでもうこれで大丈夫です。そして手前の道路をちょっと描きましょう。そうですね。ここに手すりのようなものを描かれたらもっと具体的になっていいんだと思います。ですね。そうするとこれ奥行きがこうはっきりしてきます。そして、この電柱が立ってるんですよね。電柱大変こう思い切りタッチで素敵ですよ。でもこれを画面なんか入れないで立ち落とすって考えですね。一筆で描いてみましょうか。だからこれ画面の外に出てしまうってわけですね。もしあれでしたら向こうの遠くの方に見えるこんな電池をこういうところに加えてあげてもいいんですけども、とにかく手前はこのようなことです。水面を重ね塗りしてみるというわけですね。さあどうでしょう。今回添削したのがこの画面の範囲内です。はい、出来上がりました。今回のこの添削のポイントは、水面を広くして画面にバリアの大小をつけるということです。そして大切なところをできるだけ引き立つような花のある色にしてみる、そのようなことでしたね。いかがでしたか。あなたもぜひ描いてみてくださいね。またこのコーナーではこのように皆さんの作品を募集しています。水彩で描いた風景画を
この動画の紹介欄に応募先を記載しておきますので、ぜひお送りくださいね。それではまた。